はい、内山光一のザ・ゴッドチャンネル。はい。よ皆様よろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、このチャンネルでは、霊界、天上界ですね。霊天上界におられる方たちのお言葉を皆様に伝えることができればと思ってやっております。どういうわけか知りませんけどね、私たちにそういう使命が与えられたのかなと思ってやらせてもらってます。もちろん天上界だけでもなくね、地獄界の方も来られることもありますけども、なるべく天上界の方は多く出していきたいと思いますので、言葉をね、伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。今日はどなたが来られるかわかりませんけども、聞いてみたいと思います。はい、それではエレナさんよろしいですか？はい。はい。それでは合唱お願いします。私に、天上界の方をお呼びしまして、その方に、ミコさんであるエレナさんに入っていただいて、お言葉をいただくという形をとっています。どうぞよろしくお願いいたします。はい。準備お願いします。はい。はい。よろしくお願いします。はい。天上界の方で、お言葉いただければと思います。先ほどから来ておられますね。ありがとうございます。それでは、エレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。はい。お願いします。今、私の頭上に来ておられる方、エレナさんの方にお入りいただきて、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。うん。はい。はい。おいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れます。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか？ハリマ王です。ハリマオさんもおいただきまして誠にありがとうございます。はい。はい。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。私は、一頃のヒーローとしてはい。出たものでありますけれども、今は概念として存在しています。霊的な存在です。はい。地上の者たちが、いろいろ思うことによって、その思いが集まってできたっていうことでよろしいでしょうか？そうですね。はい。ありがとうございます。それではお言葉お願いします。はい。あらゆる地上の、うん歴史というものが数多く書物などになって残っていると思います。あるいは、この日本で言うならば、神社仏閣など、その建物になっていたり、石碑になっていたり、あるいは巻物になって文字として文献が残っていたり、様々なものが残っているでしょう。しかして人々はそれらの物的証拠を持ってこれを歴史を遡るということをやっているでしょう。古い文献に書かれていることが、これこそが真実であるとして、現代の人々はそれを一般常識の知識として学んでいるのではないかと思います。私のような想念が作り出した存在でさえ、これを絵にして書物に残していくことによって、
遠い過去では、こういったものが存在したのだという書き方をすれば、そのようになって伝わっていくのです。これと同じようなことが過去の歴史書において数多く行われているということを申し上げたいのです。物的証拠を残しておけば、あるいは文字にて書き記しておけば、これこそが正しい事実であるというふうに、後の世の人々は判断をして、それが歴史となって残っていくということがあります。もちろん、明らかなる作り話である場合には、これを見抜く人も出てくるでしょう。しかし、どちらか判別がつかないようなものであったら、これはやはり無視するわけにはいかず、一つの歴史的事実ではないかという見方が出てくるのです。そのようにして、歴史的な事実というものは、ある種作り上げられてきたということを言っても過言ではないと思います。文字になって残っているものの中で、本当にそれが真実であるというものと、あえて、ここは変更して書かれたものであるというものとがあるということを含んでおかなければなりません。石碑にしてもそうです。あるいは建物にしてもそうです。古い昔から建っていたものではあるが、それを建てた当時、どのような思いで建てられたものであったのか、誰がそこに建てたのか、その建てたものの意図によって、それが後々の人々に伝わっていくとしたら、今現在残っている石碑や歴史的な建物であっても、それがどの程度、まさに事実を物語っているかどうかということは、やはり難しいものがあると言わざるを得ないのです。それは途中に生きた人々の考えや、ある種の目的を持って意思を持った者が書き記し残したものであるならば、ある程度、これは作られた歴史であるということを含んでおかなければならないということです。しかして、その事実はどうであるかということは、その当時の、その時に生きていた人々に聞いてみるほかはないだろうと思います。それをいくつもいくつも重ねることによって、だんだんと事実が見えてくる。あらゆる文献や証拠となるものを合わせて、そしてそういった過去の人々の声を聞いてみることによって、
検証していかねばならないということだと思います。一般的に常識だと思われていた歴史が事実は全く違っていたということがあるということを含んでおかねばなりません。常にそれを思いながら歴史というものを考察していく必要があるでしょう。そして今現在行われていることが未来に対して何を残していくのかということを考えたときに、やはり正しくこれを伝えていくことの難しさということを考えてみてほしいと思います。歴史に残っているものが今なおそのままを伝えているとは限らないとするならば、今現在の起きていることが未来において正確にそれを伝えるとも限らず、いくらでも曲がって伝わっていくのだということを含まなければならないということです。これについて本当に正しくその事実を実直に伝えていく方法というものもこれからの地の未来においては考え出されなければならないだろうと思います。そうして過去の人々の思いや言葉を聞いてみるということも非常に大切なことであるので、そのことに対してもやはりその能力を高めていかなければならないということが言えるのです。はじめのうちはなかなか難しく、うまくいかないかもしれない。しかし、諦めてはならないということです。諦めずに、コツコツそれを積み上げていくことによって、人々というのは、こういった能力をさらに向上させていくことができるのだということを証明して見せたいものです。そうすることによって、過去何が起きたのか、どのような思いであったのか、などということを如実にわかることができるようになるし、間違ったことができるだけ残らないように、正しくこれを伝えていく、ありのままを伝えていくということは、とても大切なことなのだろうと思っています。そういった意味で、私は過去の歴史というものが、どのように作られ、どのように解釈をされ、そして未来に何を伝えていくのかと、そのためには何をしていかなければならないのかということを伝えたいと思いました。今日はこれまでです。はい、ありがとうございます。はい。はい。実を言いますとね、イザナアキの御事様も、この日本の歴史ということで、だいぶ曲がって伝えていることに対して、正せればならないというようなことも言っておられました。これから、私たちのこの霊言でもって、そして事実、現場に行きながら、様々な歴史を紐解いて見ていきたいと思っています。残っているものの中にはどうしても間違いがいっぱいあります。私がいた神社でも、
400年の記念ということだったんですけども、これも事実はもっともっと古いものだったんですけども、誰かがその建物が建ってっていうところから始まったものですから、建て替えたんですけどね、大幅に歴史が縮まってしまったということが起きています。とても残念なことなんですけども、正していきたいと思っています。はい、はい。そのような形で、いろんなところに、行って、その歴史を見ていきたいなと思っています。どうかよろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、エレナさん。はい。イザナギの御事様に続いて2回目ですね。人類の、あ、この日本の歴史。そうですね。うん、ですね。うん。うん、なんか今重要なんですかね。うん、今から新しい時代に向けて、もう一遍日本の歴史とはどういったものかということを出さなくちゃいけないんでしょうね。多分ね。うん、それで日うん。本のルーツっていうのが本当に本当のところを出していくことによって、日本人そのものに対しての誇りって言いますかね。うん。民族の誇りって言いますか。そしうん。て、この民族に与えられた使命っていうのが分かってくるんじゃないかなと思うんですよね。ああ、うん。そうですね。うん、やはり自分のルーツを知らずに自分を語ることできないんですよね。はい。うん。同じように日本人のルーツ、この日本という国のルーツが分からなければ、これから先日本をどうしていくかは分からないですよね。うん。やはり正しい歴史を知ろうとすることをまずね、ですね。うそのん。努力が必要でしうん、ょうね。それと私たちには、このような、このね、霊界との通信ができるような、ね、ことができますので、これをもっと能力を磨いて、うん。様々なこの歴史を、過去で、編んでこられた方たちのお言葉を聞いて、正していくことができればと思ってますね。はい。うん。ですね。途中の方聞くとね、その途中の方はいろんな意見言われるんですよね。うん。だからその始まりのところに聞くのが一番いいですね。ああ、うん。歴史の始まり。うん。例えばこの神社が建ったら神社の、絶対誰が建てて何の思いで建てたかっていうところから始まらないと間違ってしまいますね。そうですね。なんかそうん。の概念として伝わってくるし、はい。思いが伝わってくるはい。っていうところがあるので、はい。その文献的なそのね、うん。何年の何うん。月にどうしたみたいなうん。情報的なことっていうのは取るのはとても難しいんですうん。けど。うん、でもそうん、れを取って文章に残すことによって残っちゃいますね。うん、残っちゃうんですね。ありますね。うん、だから人類に対しての責任もありますので、日本人に対しての責任もありますので、もう本当に正確なものを出していきたいと思ってますね。うん、そうですうん。ね。うね。ん、はい。なんか日本の歴史チャンネルが作らなくちゃいけないかもしれませんね。ええ、うん。うんうん、じゃあね。ですね。はい。うん、このチャンネルではですね、やはりこの、皆様から様々に支援いただいているんですけども、それとは別に、そういった歴史とかですね、そういったところもちょっとやっていくことができればなと思ってます。はい。それにはやはり、この YouTube だけでは運営なかなか難しいので、皆様の寄付をいただいて、財団をね、作ってやっていくことができればなというふうに思っています。うーん。それによって、例えば、書籍、過去の歴史を作っていくときの、様々な資料を見つけたり、やはり行ったり、そこで霊言したり、で、それを文書に起こしたりする人の、人件費とか経費とかいうのをね、補いながら作っていくことができればと思ってます。うん。うん、人類のこの日本の、なんて言いますかね、役に立てるようなことができればというふうに思ってます。はい。うん、そんなことも考えてますので、どうか皆さん、賛同される方は、何かね、応援のお言葉をいただければ、励みになってやっていきますので、よろしくお願いします。はい。はい。
正式にね、できましたら、また、財団の名前がはっきりわかりましたら、出していきますので、よろしくお願いしたいと思っています。すごいことを発表しましたね。ね、なんか、言わされましたね。言っちゃってよかっはい。たんでしょうか。そうですね。うん。もう、私たちは上から、もう、なんて言いますか、使われてるというところで、もう、やれって言うんだったらやります。はい。もう仕方ないです。仕方ないと言っちゃいけません。喜んでやらせていただきます。で、老体に鞭打って老体って言ったらいけませんね。まだまだ若いので頑張らせていただきます。はい。はい。それでは今日はこれで終わります。はい。はい。どうもありがとうございましありた。がとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。